私は渋谷区公認ファッション通販サイト、渋谷ファミリーセールについて7点お尋ねをいたします。昨年10月にオープンしたこの通販サイトは、ユーメイク渋谷クラウドファンディング実行委員会を通じて、区民の税金1億円を原資に制作費2730万円を投じたということであります。初年度は100店舗の出店、取扱高3億円と高い目標を掲げていましたが、今年7月の総務委員会報告によると、実際にはまだ34店舗、開業以来のこれまでの売上はわずか1279万円しかなかったとのことであります。これではサイト制作費の半分も回収できておりません。売上1200万円に対して広告費だけでも800万もかかっていて、その他の経費や商品仕入れ原価も引けば真っ赤かの大赤字であります。完成ビジネスとしては稀に見る大失敗ではないでしょうか。ここで区長にお尋ねします。渋谷区公認ファッション通販サイトの公認とは一体どういう意味でしょうか。区が EC モールの品質を保証すると考えてよいのですか。具体的にどのような基準で公認をしているのか、公認権は誰にあるのか、公認プロセスの議事録があるのかお伺いをいたします。そして多額の税金を投じて作った EC モールが大赤字の状況と原因についてどう考えていらっしゃいますか。これがコロナ禍で苦しむファッション産業の助けになっていると区長はお考えでしょうか。失敗の反省と今後これをどう立て直すつもりかお伺いいたします。次に事業者選定理由について伺います。渋谷ファミリーセールを実際に運営する会社は、クラウドファンディング実行委員会や渋谷未来デザインではなく、神宮前6丁目にある株式会社ワンオーという会社であることが我が会派の調査で分かりました。渋谷区民の税金で作った EC モールなのに、その運営者がワンオーという一民間企業になっているのはなぜでしょうか。売上金が渋谷区ではなくワンオーの金庫に溜まっていく構図には疑問が感じられます。コロナ禍で日本中が苦しむ中で集まった善意のクラウドファンディングのお金だからこそ、公平公正な事業者を公募すべきだったのではなかったでしょうか。数ある事業者の中からなぜワンオーを匿名で決め打ちで選んだのか、その理由を説明してください。さらに EC モール自体への疑念もあります。区民の税金で作った EC モールは今後ワンオーが無償で引き継ぐということです。補助金で作ったモールが一民間企業にこっそり無償で譲渡されるのは納得ができません。これではワンオーに補助金を与えただけではないでしょうか。知的財産権の譲渡についてどのように権利処理をしたのか、ワンオーから償却資産税など税務上の申告がきちんと行われているのか、そもそも制裁と制作費2730万円は適正なのか、制作費の積算根拠はどうなっているのか説明してください。さらに渋谷ファミリーセールには景品表示法違反の疑いがあります。サイトのトップ画面には、渋谷区公認のファッション通販サイト、いつでも最大 90% オフ、こう書いてあって、一見すると大変お得のように見せかけています。しかしこれが本当にいつでも最大 90% オフなのか検証してみたいと思います。これは渋谷ファミリーセールのページですけれども、シップスの T シャツ4950円に斜線が引っ張ってあって1980円、オンセール 60% オフと書いてあります。一見するとお得に見えますけれども、同じものを調べてみると、アマゾンや ZOZO タウン、楽天など、その他多くの通販サイトで売られていました。例えばこれ、ご近所渋谷の丸井さんのページでは、1980円で普通に売られています。ここに割引という表記はありません。つまり、渋谷ファミリーセールの 60% という表記では嘘ではないでしょうか。中には、メーカー自身が公式サイトで同じ価格で売っていたりし、いや、他にはもっと安く売られているものまであります。例えばこれです。シップスのスタンドカラーコート、26,400円が 50% オフの13,200円と書いてあります。一見するとお買い得ですね。最近、めっきり寒くなってきましたので、私もポチッと買おうと思うぐらいなんですけれども、しかしよく調べてみると、他のサイトでもっと安く売っていることが分かりました。例えばこれ、アマゾンの通販サイトですけれども、渋谷ファミリーセール13,200円と同じものが7,920円で売られています。50% オフという表記は消費者を欺くものではないでしょうか。その上、いつでも最大 90% オフと言いながら、90% オフの品物は本日現在発見することができませんでした。いつでも最大 90% の宣伝は嘘ではないでしょうか。いわゆる二重価格表示として、景品表示法第5条第2号に違反し、最大2年の懲役など重い罰則が課せられる可能性があります。そもそも渋谷ファミリーセールは
シーズン遅れや中古品など、メーカー希望価格では売れなかった売れ残りを売っているだけで、オフプライスでも期間限定セールでもないわけですから、消費者保護の観点から違法な二重価格表示はやめさせるべきではないでしょうか。さらに、古物営業法違反の疑いがもう分かりました。渋谷のファミリーセールでは、こういった中古品のフリーマーケットをやっています。しかし、フリーマーケットをやるためには、古物商の許可が必要です。例えばこのページ、中古の T シャツを1100円で売っています。どこで仕入れたのか、出所不明の中古品を無許可で販売することは違法であります。私が警察に確認したところ、渋谷ファミリーセールも、これを運営する株式会社ワンオーも、公安委員会の許可を持っていないとの回答がありました。それどころか、渋谷ファミリーセールのサイトには、架空の古物商番号が掲載されていて、警察によるとこれ自体が違法だということでありました。無許可の古物無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金と重い罪があります。ここでお尋ねいたします。渋谷区公認サイトが違法に営業している現実を区長はどうお考えになりますか。渋谷区の名を汚す行為であり、サイト営業は停止させるべきではないでしょうか。本プロジェクトにかかる職員を処分するとともに、関係者は警察へ自首させるべきではないでしょうか。そして最後に、渋谷区は一体なぜ違法業者に事業を委託したのかと強い疑念を感じるわけであります。これは担当直入にお尋ねしますけれども、ワンオーの松井社長が長谷部区長のお友達だからではありませんか。区長はワンオーの松井社長とこの EC サイト開設について話し合ったことはないですありませんか。もしそうだとすれば、区長自身の大きな責任があると思いますが、いかがでしょうか。以上、7点の質問に区長のお答弁をお願いいたします。長谷部区長。令和渋谷金子康之議員の一般質問にお答えします。まず、渋谷ファミリーセールの公認についてですが、公認については、地域や民間などによる取り組みについて、取り組みの主体から申し出により公益性があり、区の施策の推進に寄与すると認められるものについて、区として間接的に協力するため、その都度判断をして公認を認めているものです。公認は取り組みについて認めるもので、サイトの存在自体の公認をしますが、直接 EC サイトで取り扱う物品の品質やブランドを保証するものではありません。公認をするにあたっては、区長までの1件ごとの決済により意思決定をしています。また、議事録は作成していません。次に、渋谷ファミリーセールの現状についてです。コロナ禍の厳しい現況において、大手から中小まで多くのファッションメーカーの参加を得て、参加ファッションブランド37ブランド、取扱件数約2000件、総売上金約1400万円という成果を上げました。EC サイトの立ち上げには時間と苦労がかかるものであり、短い時間では必ずしも収益的にプラスが生じるものとは限らず、そのために連携協力していただいた関係者のご尽力には改めて敬意と感謝を申し上げたいと感じています。コロナ禍により大変厳しい状況にあるファッション産業において、受け皿としての EC サイトがあることは、ファッション産業にとっても貴重な一助になるものと考えています。地域の多くの関係者の皆さんからも、大きな一歩、一助になったとの声を伺っています。また、参加するブランドは現在も徐々に増えており、まだ続くと思われるコロナ禍の影響下において、現在もサイトの認知度を上げるための取り組みを継続しながら、商品ラインナップの充実を図っていると聞いており、今後も EC サイトを事業継承した事業者と連携しながら、ファッション産業の支援を継続していきたいと考えています。アパレル業界、ファッション業界では、コロナ禍におけるトラフィック減少による在庫過多で苦戦しているので、EC サイトの存在は現在、休場を余儀なくされている業界にとって大きな意味があったと考えています。また、この取り組みはアパレル業界が抱える在庫の大量廃棄、いわゆるファッションロスを少しでも減らし、環境負荷を低減させるという点でも大きな意味があるものだと考えています。次に、事業者を選定した経緯についてです。コロナ禍において厳しい状況にある産業を支援するための取り組みであるユーメイク渋谷クラウドファンディングで実現した EC サイトは、まさに緊急事態における対応として、構想から1、2ヶ月の短い期間でサイト開設を実現する必要がありました。他社のサイトに掲載することなども検討しましたが、渋谷区内のショップまたはメーカーに限定してサイトを運営できること、
ショップおよびメーカーの手数料を通常よりも低く設定できることといった条件が合わず、自前でサイトを立ち上げることとなり、これらの内容を短期間で実現するノウハウを持つ事業者として、また同様にファッション産業支援として取り組んだファッションショーと合わせて依頼できることなどから、さらに渋谷ヤングファッションフェスティバルに実行委員として長年携わっており、渋谷のファッション業界全体の支援にも実績のある株式会社ワンオーについて、複数の候補者との比較検討を経て選定したと認識しています。株式会社ワンオーは2016年に設立されたファッション PR エンジェルシーと報告を受けています。また入札、参加資格はありませんが、ユーメイク渋谷クラウドファンディングにおいて事務局を務めた渋谷未来デザインがやり取りをしており、渋谷区の入札参加資格は全く関係ないものと認識しています。次に EC サイトの継承についてですが、EC サイトの構築については、実行委員会からの依頼により、株式会社ワンオーがシステムの構築をしており、本年6月末に実行委員会が解散した後については、EC サイトの当初の目的であった出店障害を下げたサービスを行い、過剰在庫を抱える小規模ショップから大手アパレルまでが出店することで、リアルとデジタルを相互活用した新しい消費体験の提供と、街と人、需要と供給の持続可能な関係を作り上げるという社会課題の解決に資する趣旨を踏まえて、株式会社ワンオーが EC サイトを事業継続する内容で双方にて合意しています。知的財産権については、もともと実行委員会の依頼により制作されたサイトの運営を担っている株式会社ワンオーが今回の EC サイトの事業を継承すること自体は、知的財産権の譲渡に該当しないため、権利処理は必要ないとの報告を受けています。また、株式会社ワンオーの税務上の申告等の処理も適正に行われているとの報告を受け、2730万円の生産根拠も適正な見積もりによるものであったと報告を受けています。次に、景品表示法についてです。景品表示法については、値引きの実態がないのに値引きを表示している販売などが違法行為とされており、渋谷ファミリーセールでは、もともとの価格、いわゆる定価から一定の値引きをしているので、景品表示法の問題はなく、二重価格表示はないとの報告を受けています。次に、古物営業法についてです。古物営業法の許可番号について、株式会社ワンオーに確認したところ、事務処理上のミスにより、許可番号が取得されていなかったことが分かったとのことでした。具体的には、古物営業法の許可申請の手続きのために、司法書士とやり取りをしていた際に、司法書士が顧客とのメールを管理するために、メールに付番していた番号を口頭で伝えられ、それを許可番号と誤認してしまったということでした。また、現在、古物営業の許可申請を所管する警察からの指導を受け、申請手続きを進めており、合わせて当面は古物営業法の手続きが必要な古着屋からの販売委託の取り扱いはやめているとの報告を受けており、古物営業法上の問題はないものと認識しています。したがって、サイトを閉鎖させる考えもありませんし、関係職員の処分や後任の取り消しも考えていません。また、株式会社ワンオーを警察に自首させるべきとのことですが、事業者が現在、警察の指導に従って必要な対応をしているものと認識しており、そのことについて私から申し上げることはありません。最後に、私の責任についてです。株式会社ワンオーを実行委員会と選定した経緯については、先ほど申し上げたとおりです。株式会社ワンオーについては、地元事業者として、その代表取締役を含めた経営メンバーのことはもともと存じ上げていますが、そのことと今回の事業選定とは関連性はありません。ファッション産業を支援するための EC サイトを含めたユーメイク渋谷クラウドファンディングは、渋谷区商店連合会、渋谷区観光協会、渋谷区が連携協力しながら、渋谷未来デザインが事務局となって取り組んできたものであり、地域全体でコロナ禍において大きな打撃を受けた渋谷区内の各産業への支援を、その時点で求められる形で実現したものであります。今後も地域の力を結集して取り組むべき課題には、渋谷区長として、今回のような各方面の連携協力が実現するよう働きかけることが責務でないかと考えています。以上、私からの答弁といたします。8番、金子康之議員。今、区長から答弁がありまして、古物営業法違反についてはお認めになりました。虚偽の番号をここに掲載して、違法に営業していたということは認めたわけです。
残念ながら区長からきちんと答弁いただけなかった部分がありますので、4点再質問させていただきます。1点目、区長はワンオンの松井社長とどういう関係ですかと先ほど伺いました。この件について、EC サイト開設について、区長は松井社長とお話をしたことありますかと先ほど質問しましたけど、答弁がありませんでした。お答えください。したこと関係、この EC サイト開設についてお話をしたことがありますかと、その質問に、答えていただきたいと思います。それからサイトの積算根拠ですね、2730万円適正だと事業者から聞いているということですけど、そうじゃなくて区としてこれが適正かどうか調べていただきたいと思っています。なぜかというと、この渋谷ファミリーセールのサイト、私サイトのソースコードを分析してみました。そうすると Shopify という無料で EC コマースが簡単に始められる汎用のサービスを使っているだけのように見えるわけです。2730万もかかるように私に見えないんですけれども、きちんと調べていただけないでしょうか。イエスかノーかでお答えいただきたいと思います。それから3番目、二重価格表示、景品表示法違反でないと答弁がありました。これ実は私、渋谷区消費者センターに参りまして、このページを見ていただいてどうですかと聞きましたところ、渋谷区消費者センターの相談員の方が、これは問題だと、明らかに二重価格表示ですと相談員の方が教えてくれました。いかがでしょうか。きちんと、お答えいただきたいと思います。それから古物違反の件ですね、現状古物の免許を持ってなく、これまで営業したこと、ね、いつ辞めたとおっしゃってましたけど、いつ辞めたんですか。私、先週の水曜日にこの質問通告を行いましたけれども、その後にお辞めになったのか、それともそれに私から質問をされる前に、自ら気づいて営業をやめたのか、どっちでしょうか。また、現状でこういったフリーマーケットって、今もこのサイトのですね、フリーマーケットって載ってて、商品売ってるんですけれども、現状で古物営業法違反が続いていますけど、全然止めてないんじゃないかと、その辺疑問もあるんですけど、この辺いかがかと、計4点、ご質問させていただきますので、答弁お願いいたします。はい、長谷部区長。それでは再質問に順次お答えします。松井氏との関係ということですけれども、先ほども答えましたが、以前から当然知っております。表参道でも活動してましたし、さまざまな渋谷のファッションイベントをやってましたので、私は存じ上げています。ただし、今回の選定の件とは無関係ということは申し上げた通りです。それと、2730万円が適正かという話ですが、私どもは適正というふうに報告を受けて考えています。で、あとは、次が、あれか、その次が、景品表示法の方か、景品表示法についてですけれども、これについては定価からの金額を算定してパーセントを出しているということですので、問題ないというふうに先ほど答弁したとおりです。で、あとは古物商のところですけれども、質問をしてから止めたのかということですけど、質問より前だというふうに聞いています。それと、現在は警察の指導を受けながらやっていますので、先ほども申し上げたとおり、そこの点については私から申し上げることはありません。以上です。8番、金子康之議員。再質問させていただきます。まず古物の話ですね、いつ辞めたのかということに対して、私が質問通告する前に辞めたとおっしゃいますけれども、質問通告する日に私、警察、原宿署の方に行って、原宿署の担当の
刑事がこれは違反だというふうに言っているので、事実関係この場でなくていいですから、どっちなのか、私から言われる前に自ら気づいてやめたのか、それとも私から質問通告を受けてこそこそと、直したのか、どっちかこれ、調べてください。それから景品法違反の話も、これこの場で答え出ないんだったら、きちんとしかるべきところに調べてもらいますけれども、間違いなく消費者センターの方はそう言ってるんで、これ消費者センター所管の部長さんが誰か分かんないですか？消費者センターの担当の方が、上に上げるとおっしゃってたんで、それ分かると思いますけれども、まずこれ2点目ですね。それから3点目に、区長、松井社長とこの EC サイトについて話したことないとおっしゃってますけど、これ本当かな？松井社長、実は大変ですね、まめな方でいらっしゃって、自分のブログを公開してらっしゃるんですね。でそのブログ見るとですね、ブログにはこう書いてあります。これ、インタビュー記事なんですけども、松井社長ですね、クラウドファンディングの動きとは別に、休業明けの去年6月、長谷部区長に面会してファッション業界の窮状を伝えたと。区長には EC サイトなど渋谷区のファッション事業者を盛り上げる手法を考えてほしいと言われたと。これ松井社長がインタビュー記事で答えております WWD ジャパンというですね、サイトにこう書いてあります。また松井社長自らのブログにも同じように6月に長谷部区長から依頼を受けたと。それでその結果、自分は医師あまりわからないので、医師に詳しい渋谷未来デザインの久保田さんと一緒に動いて、渋谷ファミリーセールを始めたと、こういうふうに書いてらっしゃるんですけども、若干、思い違い、失礼ですけどもないでしょうか。区長自ら松井社長に EC などファッション産業を盛り上げる手法を考えてほしいと言われたことはないですか？この3点、恐れ入りますがご答弁お願いいたします。金子さん、はい、1点目の個物のあれは、今質問になってないんで、どういう形での質問かもう一回ちょっと言ってもらえる？時系列ですから先なのか後なのか。じゃあそれちゃんと。じゃあもう一回補足しますけれども、個物の直したと訂正したとおっしゃってましたが、私が質問通告をした先週の水曜日より前に事前に気がついて直したのか、そうじゃないのか、これ関係ないです。ごめんなさい。というところについて、含めて3点お答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。長谷部区長。金子議員の再々質問に答えます。まず最初の点についてですけれども、先ほど答弁したことで大丈夫なんじゃないかなと思いますが、それ以上ちょっと分かりませんが、調べられることが調べてみます。あとは消費者のその担当の部長ということですけど、多分区民部になると思いますが、当然今すぐ答えられるようなものではないと思います。あと松井さんとの関係ですけれども、私から言ったのではなくてですね、提案をいただいて、じゃあやってみようというふうになったというふうに私は記憶しております。はい、8番、金子康之議員。区長にはおおむね誠実に答弁いただいたというふうに思います。分からない部分がもしあるかもしれませんので、きちっと調べていただきたいと思うわけであります。いつも私、この本会議のこの場に立ちまして、思うんですけれども、こうやって私の敬愛する、尊敬する長谷部区長をこうやって毎回本会議に立つたびに、その不祥事を責め立てるようなことばっかり言っているような、大変私も心が痛むわけですけれども、どうしたものかと最近考えたことがあります。やっぱりですね、この毎回のこの悪循環を少しでも前に改善するためにどうしたらいいのか、一つ区長に提案があるんです。それは何かというと、長谷部区長の周り、ひょっとしてイエスマンばかりなんじゃありませんか。私みたいにたまにはこうやって苦言を呈する人いないでしょうか。
前回の定例会では渋谷未来デザインが違法に電気通信事業を営んでたという指摘をさせていただきました。その時も私が質問通告をしたら、その質問通告をもとに早速修正したと。で、答弁の日には、もう直したんで大丈夫です、問題ありませんと、こういう形。今回の古物もそうですよね。こうやって物事をね、新しいことを始めるの大変尊いことです。新しいことを始めたら失敗もあります。しかし始める前に一回誰か厳しいこと言う人の意見を求めたら、そういうブレーンがね、あったらいいんじゃないかと思うんですよ。必要があれば私、区議会議員の間いつでも無償でアドバイス差し上げますし、私じゃなくても誰でもいい、ね、イエスマンだけじゃなくて、もうちょっと厳しいこと言う人の意見聞いた方がいいんじゃないのかなと、いうことです。私もこうやって厳しいことを申し上げた中で、渋谷区政をきちんと適正にやってもらいたいと、この気持ちだけでありまして、長谷部区長を誹謗中傷する意図は全くありませんので、引き続き応援しておりますので、ぜひこの、厳しい言葉ですけれども、しっかり受け止めていただきたいということをお願い申し上げて、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。